あの時の雑誌連載から裏原宿の歴史を探る、今回は、ラストオージー2の第1回目を振り返っていきたいと思います。はい、92年に、AZ という連載が宝島でスタートしたんですけれども、第3回まで、紹介してきました。で、第4回になると、連載の名前がラストオージー2に変わります。で、基本的には AZ と一緒です。タイトルが変わっただけで、ラストオージー2になりました。で、雑誌は変わらず宝島で連載にしているのは、ニコさんとジョニオさんになって、92年に連載が開始され、94年まで、連載が続くことになります。で、ラストオージー2に関しては、かなり有名な方、一番有名と言ってもいいかもしれないですし、実際、このブランドの名前の服がブランドとして、この前もスタジャンとかで告してましたけど、そういうような服にもなって、ここの連載からノーウェアが誕生したりっていうことで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、それが92年に開始されたということで、第1回目を振り返っていきたいと思います。ちなみに1は藤原宏さんと高木寛さんのラストオージー。そうです。で、それが単純にというか、タイトルを引き継ぐ形で、ラストオージー2として、ジョニオさんと2号さんの連載になっていくってことだよね。そうです。はい。はい。ということで、タイトル AZ が×印になっていて、ラストオージー2っていう形にタイトルが変わっていて、AZ シスラストオージー2で再スタートっていう形で、実際、宝島で、ラストオージーをやっていた、2人、タイニーパンクスの2人がゲストに出ているという形になっていて、実際じゃあちょっと結構これ4人いて、いろんなものも紹介されていて、文字もいっぱいあっているので、ちょっとここは一つ一つご紹介していければなと思います。はい。まず、ラストオージー2の由来っていうところで、ひろしさんから、今回からジョニオと2号のラストオージー2にすればいいじゃんっていう形で声かけられて、いいんですかみたいな形で、連載の形が、こう、2人が出て何かを紹介しているって、この形式は、当時、昔、80年代に宝島で、この2人がやっていたラストオージーに似ているから、って名前に変えればいいんじゃないっていうことを言っていると。で、ここで紹介されているのが、まず最初、カーンさんが言ってるのは、この雑誌の表紙の子が着ているのはエクストララージで売っている作業服だね。で、2号さんがアメリカでは昔からメーカーらしいですね。ちなみに僕は今日上下それなんですけど、っていうところで、エクストララージで売っている作業服っていうものを。これベン・デイビスですか？だと思う。ぽいですよね、これ。で、ラージの初期のやつ、猿のやつってベン・デイビスの、パロディですもんね、あれって。そうなの。ラジオスタートさせた以来が、ベン・デイビスが猿なら、うちはゴリラで行こうということで、ゴリラにしたと。そうなの。やっぱ言ってるんですね、ちゃんと。で、エクストララージは、ゴリラを最初にキャラクターにしたストリートブランドであると。この後、この手の作業服ブームっていうか、何でした？キャタピラーとかもベン・デイビスブームから注目されたりしてましたね。あれ、これってまだ、90これ2年でしたっけ？ 2年。ラージの原宿ストアってまだオープンしてないぐらい。まだしてないと思う。ですね、あれですよね。ちなみにこれ、ダートってちょっと BMX とかも扱ってた雑誌なんですけど、これスパイク・ジョーンズとかがフォトグラファーで参加してた。ああ、そうなんだ。じゃあ、ラージ出て当然だよね。そうですね。そういう、多分まだビスティと接点が、もともとスパイク・ジョーンズも BMX、スケートっていうよりもBMX のフォトグラファーから確かキャリアがスタートしてたはずなんで。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。ちなみに、エクストララージがオープンしたのは1991年の11月18日。91年 ?91 年。あれ、アメリカでロスでってことです。なるほど。原宿は92年12月ですね。で、91年にオープンしたときは、そもそもあれなんだよね、デッドストックでスニーカーとか。置いてました。そう、それが向こう、91年オープンした。それこそプーマのああいうクライドとか僕まだ、コンバースのプロモデルとかもあったんですよね。
そう、最初はアディダスのスーパースターとか、キャンパスとかクライドとかのデッドストックを、まあ、売っていたと。まあ、結構それが、当時は画期的な売り方だったらしくて。で、まあ、そもそもあと、ベン・デイビスとかカーハートとかも、ワークウェアも売っていて、まあ、で、ファクトとかも置いてたよね。ああ、そう、確かあった気がします。まあ、そもそもこの辺の作業着をファッションとして取り入れるっていうのが、まあ、当時は新しかったっていうことですね。まあ、西海岸スタイル流れでしょ。完全に。まさに外しの、あれですよね。でもなんか多分、チカーノとか、ああいうちょっとギャングっぽい、西海岸のね、そっちの流れが結構、ベン・デイビスとかディッキーズは強いんじゃないかな。ああ、確かにそうですね。ローライダーというかね。で、まあ、この辺の作業着扱うお店っていうのが、まあ、治安が悪いところでしか買えなかったと。だって、工場とか全部そっちの方だもんね。イーストハリウッドあたりのそこまで治安が悪くないようなところでファッションされて取り扱うっていうところが、まあ、それもまあ、なんだろう、こう広まった理由の一つには、そうなんですね。そうあるみたいね。そうで、まあ、92年にオープンしてぐらいから、それこそビーズ、皆川慎一郎さんが買い付け中にラージを訪れてる、買い付けをしていったと。皆川さんって別の仕事されてたんですか？ラージされる前って。ビーズ始める。俺が知ってんのクロスカラーズの代理店とか。あ、マジっすか？クロスカラーズやってたんですね。やってた。じゃあそういうので、アメリカに買い付け、まあ、代理店だから買い付け、まあ、いずれにせよそういうの。そう、買い付けとか行ってて。それでラージを見ていいじゃんってことで。そう。で、日本でやるって話になった。そうなんですね。やっぱでもスピードが速いよね。そうですね。だって。情報何もないからね。まあけど、まあ同じ方向を見てたわけですね。2号さんたち。そうだね。でもそこでもやっぱ俺はスケートカルチャーの影響がでかいと思うけどね。やっぱスケートシーンって音楽とかもう早いからさ、取り入れるのがさ。だからヒップホップも多分早かったと思うし、ビースティー的なものも、スケートカルチャーとは切っても切れない関係性だしさ。確かにそうですよね。やっぱ向こうのスケーターを追っていけば、おのずとたどり着く、ものだと思うけど、ね。そう。だから、本当ですよね。今まで振り返ってみて、意外とこの辺の人たちってスケートシーンを初期は追ってたんだっていう。そう。やっぱそこからこう入ってくる情報っていうのは、スケートボードだけじゃなくて、その周辺の、音楽とかカルチャーっていうのもセットでこう入ってくるから。で、次は、ひろしさんが、まあ、同じ本ならっていうことで、マルコムの本を、書いている。まあ、これ自伝ではなくて、マルコムのことを調べている人が書いた本ですよということと、あと、ジョニオさんが、セディショナリーズの再来と言われるパリのデザイナーの M 氏っていうところのバッグを紹介しているということですと。この M 氏っていうのは、ちょっと調べても当然出てこないので、知ってる人がいたら教えてください。そうだね。わかんないね。わかんないけど、このバッグかっこいいね。なんか手書きの。ね。なんか M って右下の方に書いてあるよね、大きく。マルジェラとか。ですね。ね、俺もなんか一瞬思ったんだよね。実はマルジェラ初期はこういうのやってたみたいな。でも一応マルジェラもパリだもんね。そう、なんか野田さんもパッと思いついたっていうのは、なんとなく直感的にそれ感じさせますよね、これ。わかりません。まあ、ご存知の方がいたら教えてください。はい。で、次紹介されているのが、グレムリンのフィギュアですね。まあ、ギズモからグレムリンにトランスフォームするものらしくて。はい。かわいいね、これね。かわいいですよね。この後紹介してるの。そう。で、この後も紹介しているっていうとこですね。なんかグラフィティもちょこちょこ出てきてましたもんね。後にも。電車のやつとか。そうだね。はい。そう。だからやっぱり、ラージコナートとか、なんか、ちょっと西情報もここの辺から取り入れ始めてきてるっていうのが面白いね。そう。で、なんかその後確か2号さんってサードレールっていう、サードレール。サードレールあるコナート系だよね。コナート系の。あれもなんか、やたらプッシュしてる時期があって、2号さんが。なんか
まあ、なんですか、グラフとかやっぱ好きだったんだなっていうか、うん。結構この後も古いですもんね。80年、89年か90年ぐらいにもうできてますもんね。そうそうそう。結構ね、当時、やっぱ、クラブとかでも、いたよ、この後、来てる人。あれ、この後って誰がやってたんだっけ？アシュハドソン。ハドソンだ。一応、まあ、あれじゃない。LA グラフィティのトップそうだよねと言われてるような。ああ、はははは。本当だ、本当だ。ちょっとオリジネーター的な。そうそうそう。このアートってコンアートのことなんだ。脱アートってことなんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。へえ。次。そうそう。これあれですよね。グラフの、練習帳ですよね。そう、下書き帳そう。そうだ、これ。をヒロシさんが紹介している。ヒロシさんが紹介してる。まあ、フューチュラー2000時代ですね。ちょっと前ですね。結構みんなグラフィティにハマってるね、この時。ですね。なんかグラフ率高いですね。まあこの後に続き。そう。はい。で、まあこの時多分もう、ちょっと待ってください。92年なんで、多分91年ぐらいには GFS 作ってんだよね。そうなんですね。ごめんなさい、あれなんですけど、これ藤原宏さんもデータバンクしてません？そう。俺も思った。それが気になってしょうがなかった。多分データバンクじゃないこれ。ですよね。エルベス超過してないデータバンクはテーマ。データバンクって92年。でその後、もうちょっと後じゃないですか、ブレイクしたのって。いや、全然後でしょ。ですよね。早いね、やっぱり、さすが。いや、でもこのノートっていうかさ、かっこいいよね。あとさ、このさ、ロゴさ、サウェアとかさ、なんか、バックプリントの腰とかに入ってるよね、よくね。確かに。入ってそうな感じします。サウェアありました。なんか刺繍で細い線のやつとかね。そう。まあ、この後、95年ぐらいになるとガープ抜けて、プロジェクトドラゴンに変わっていくって感じになると思うんだけど、まあ、この時は、まだガープスタッシュフューチャルの GFS って感じで、フューチャル2000の2000は2001年宇宙の旅から来てるっていうのが夢の話ですね。この時から2000だもんね。まあ、2001年宇宙の旅で、2001だとそのまんまだから2000にしたっていう話らしいんで。まあでも、フューチュラってまあ裏腹を語る上では外せないアーティストかなと思うんですけど、一番最初ぐらいかな、出てくるの、この辺が、いわゆる裏腹系そうですよね、特集の中で出てくるっていうのは。で、最後、左の T シャツはプロモなので入手不可ですけど、ちょうどこの前 HFA で紹介したメジャーフォースが手に入るよ、グッズが手に入るよってなった流れもあると思うんですけど、限定パーカーは入手可能ですということで、問い合わせも載っていってって感じで、まあフードの横にこんなプリントが入っていて、ちょっとかっこいいなっていう感じのものも紹介されていますと。これしかも確か発泡プリントなんですよね、これって。なんかそう。厚みのある。そうね。ちょっとモコモコしてるもんね。そうなんですよ。それもなんか、まあ、メジャーフォース、いち早くやってたような感じ。ルーカーのコラボもちゃんと発泡プリントで再現してたしね。やってた。そうなんだよね。しかも蛍光の発泡だからすげえなんか目立つというか。かっこいい。毒々しい感じはあったけど。はい。というのが、ラソージ2の第1回というような内容になっていて、1回目だし、まあメンバーもメンバーで、まあ本当に。いやー、濃厚だね。出揃ってる感じがあるので、やっぱり出ているものの良さとか速さとか含めて。襲名式って感じだね、まさに。で、ヒロシさんが着てるの、これグッドイナフなのかわかんないけど、まあよく見るよね、グッドイナフで後に。その後、ラガーシャツみたいのでグッドイナフ出してましたよね。ね、この真ん中にこの色とこのラインのっていうのもそうだし。かっこいいね。でもなんかみんな、あれだよね。この4人並び、足元はみんな割と、こう、なんていうのかな、イングランド系というか、ラバーソールとかマーチンとか、ロークのローファーとか。そうですね。その辺がまた面白いね。高木寛さんのこれってラバーソウル寛さんのは多分ラバーソウル。どこジョージ・コックスか、多分ロボットかな。
それにちょっと、なんか上半身っていうか、その靴より上はちょっと b ボーイっぽいというか。そうそう、LA 感があるっていう LA かさ感ある。なんか面白い。かっこいいよね。ねえ、うんかっこいいですね。オリジナルが。多分、カンさんが、なんつうのかな、この4人の並びで、この時代唯一、こう、舞台に立って、こう、パフォーマンス、ああ、アーティストとして。する人だったっていうのもあるから、なんか、やっぱり、一人、結構垢抜けてるというかね。そうですね、なんか。ポップな感じではあるから、かっこいいね。ベン・デイビスの上下はちょっとその、難易度高いですもんね。普通、中高生が普通に来ちゃったら、なんか様になるのはなかなか難しいですもんね。そう、しかもね、サイズがもう本当にでっかいからさ。そうですよ。ああ。なんかこれを、かっこいいと分かっても、こう、またそれを自分のものにする、着こなす、あれが大変だった記憶があります。そうだよね。でもまあ、この何年後かに、それこそキャタピラーとかベン・デイビスとか、高校の時とかみんな来てたんで。そうですよね。流行ってましたよね。そうだね。一般まで広がるブームになりますからね。という感じで、今回は締めましょうかね。はい。じゃあ、今日はそんなところで、また来週。